don't try to fight it. I can see it through. I wish you good fortune and a life worth all the pain. I hope love is a friend and death is just a souvenir. It'll come to pass like all the years. You gotta give it all you got. You gotta give it all you got. It's easy to be someone when it's someone you forgot. You gotta give it all you got. You gotta give it all you got. こんにちは。今日は稚内から利尻島、礼文島へ向かいます。なんと、天候がそうやねんな。マイキです。せっかく離島に行くのにちょっと天気悪くて、まあな天気いい日を選びたかってんけど、もう1週間ぐらい多分雨が続きそうやってんな。だからもう行っちゃおうと思います。そう1泊2日で行こうと思ってて、今日は礼文島に向かいます。稚内からフェリーに乗って礼文島へ行きます。ほんまはなもっと朝早い便にしようと思ってたけど、朝も天気がいまいちだったんで昼の便にしました。昼からはなんか天気予報上は一応晴れになってて、どうかわからんけど行ってみようという感じです。風は強くてな。風めっちゃ強いね。多分天気良くなっても風はもしかしたらずっと強いままかもしれないんで、まあちょっと行ってみないとわからないっていう感じです。で今日はまあ礼文島をちょろっと観光して、で夕方の便で利尻島に渡って宿泊します。で明日利尻島を観光っていう感じで、でも明日はもう曇りっぽいねな一日、景色がちょっと微妙かもしれないんですが、まあ、せっかくここまで来たんで、まあ、行ってみようということで、行ってみます。まずはフェリーに乗って礼文島へ。稚内はこんな感じの曇天です。10時35分発礼文島行きです。さあ乗船します。行ってらっしゃい。揺れるかもしらんな。かなり天気悪いからな今。綺麗やな。めっちゃ綺麗。なんか絨毯みたいになってる。今までのカーフェリーで一番綺麗。新しい。出港しました。パラパラっと雨降ってるから窓が濡れてる。稚内港を出発しました。10時35分発で礼文島に着くのは12時半、2時間ぐらいの船旅です。カフカ港っていうな港に着くみたいです。船酔いしませんように。到着まであと30分弱です。利尻富士。これが利尻島か。晴れてたらもっと綺麗に見えるんやろな。雲で上見えへんけど礼文島も見えてます。まもなく下船です。窓から見た感じは全然まだ曇ってたな。天気予報では1時から晴れになってたけど、あと30分で晴れるのか。着きました。礼文島に来てくれてありがとう。おお、花の浮島礼文島。晴れたらこんな感じで一応着いたところにこの寿司どころたけちゃんっていうのがあって、ここでもウニ丼食べれるんですけど、もう一個迷ってんねんな。千鳥というお店と千鳥にする？風強っ。やばいな。天気悪っ。フェリーターミナルからロバタ千鳥という店に向かってます。風強いめっちゃ。今日なんか強風注意報出てんねんな。やばいです。これは絶景にはたどり着かないかもしれない。美味しいもん食べよう。グルメに専念するしかないかもしれん。フェリーターミナルから歩いてすぐやったな。3分か4分ぐらいでこの千鳥というお店、ここ行こうか。バター屋さんやから炭火があります。ウニ丼はですね5000円です。1杯5000円。まあでもこの時期やからバフンウニやな。池のちゃんちゃん焼きです。このお店の名物。なんか発祥とか言った美味しそう。なんか置いといてやってくれるんで。
美味しそう。炭火やしな。食べれる。なんか尻尾の方はもうな焼けてるからほぐしてこう味噌と混ぜて食べるということらしいです。美味しそう。美味しそう。美味しい。ふわふわ。伸びた。めっちゃ美味しいよな。味噌美味しい。うまいなこれは。めっちゃ美味しい。すごい。一番ホッケ界で美味しい食べ方かも。世界でこれが一番美味しい食べ方や。もう新鮮じゃないといけないから。この後にまだウニ丼が来るという奇跡。来てよかったな。天気悪いけど、これを食べるためだけでも来れる。うまい。ためらったけど全然来てよかった。美味しい。来ました。でもうわーすごい。美しい食べ物です。これで一つ5000円です。高級。うわ、そのままで。そう、そのまま食べて甘かったら醤油でって。甘い。甘い。生きててよかった。超美味しい。めっちゃ美味しい。多分ウニ嫌いな人も食べれる。全然。これ中にも入ってね、ほんで下にな上だけじゃなくて二段なの。ここは二段。二段です。たっぷり入ってるんだ。なぜこんな高級なウニ丼が一人一つ食べれるかというと、あかりのお母さんがスポンサーになってくれました。ご馳走してくれました。遠隔地から母。ありがとうございます。ウニは昆布を食べるらしくて、利尻昆布な、そもそも美味しい昆布を食べて育つウニなんで、高級食材を食べて育つ高級ウニ。レブンはなんか早かったらもう 2,3 時間あったらな、観光できるっていう。トレッキングとかせんの。なんかトレッキングするのはまあ時間かかるけど、いつかでも次もし来るとしたらトレッキングしてみたいな。買ったー。最高。リッチピーポー昼からやばい1万円を超えるランチ。このタイミングで来てな、やっぱウニ食べへんという選択はないからな。美味しかったです。天気はまだ天気は曇ってんな。一応昼から晴れ予報を信じてきたけど、これはずっとこんな感じかもしれん。とりあえずでもまあ島を巡ろうかなと思います。そうです。メインはなんか北の方に上がっていって、スコトン岬とか、っていうのをスカイ岬とかかな、それを目指すのがいいみたいなので目指します、はい。レンタルバイクを借りて回ろうと思ってるんやけど、予約しようと思って電話繋がらんかったんな。そう、めっちゃかけたけど全然繋がらんかったから、もう直接行ってみて、なかったら終わりです。なかったらバスとか駆使していくかのタクシーかな。そうやな。時間がな、今が1時20分で利尻に向かうフェリーが4時25分なんで3時間ぐらいしかなくて、ちょっとバイク借りられへんかったら終わりかもしれん。終わりです。その時はもうなんかお風呂でのんびりしてお風呂入る。空いてますように。レンタルバイク屋さんやってる？バカバイクは置いてるけど、なんかめっちゃ派手なバイク入ってみよう。入れることができました。大学生ぶりぐらい玄茶2台玄茶旅の始まりです。とりあえず北の方を目指します、台風や。風台風や。荒れまくり。海やばい。めっちゃ晴れてる。玄茶で途中まで進んできたけどやばいな。風がやばい。運転してる時なあ台風やん。帰りたくなったもんなあ修行感がすごい。全然天気予報晴れちゃうやん。でも行くしかないんだ。とりあえずこんな感じですが、頑張って上まで向かいます。やばい。安全運転で行きましょう。気をつけながら。
外と遠かった。あと8キロもある。スコトーンやってきた。スコトン、この先が岬のはずだ。行くぞ。いよいよゴールです。おー、スコトン岬到着。やばいここはなんか岬やからか。やばい、風がな強すぎて風速何メートルやね。駐車場はこんな感じです。そこから先の方へ向かいます。やばい髪の毛えらいところに来てしまった。やばい。うわー、でもこれが北の北や。最果ての地、すごいわ。礼文島最北端。うわー、すごっ。すごいなんかもう多分そういう場所じゃないんやろうけど、カサス感がすごい。なあ、こんなとこで民宿はえ、ほんまや。こんなとこにやばいって。こんなとこに民宿があります。やばい島の人民宿スコトン岬。すごない？大丈夫今日？今日はやばい。普段は行けるんかもしらんけど多分本当はこの左側とかめっちゃ綺麗なはずやで。海、天気が良ければ多分絶景や。来ましたー。なんかお店があったので入ってみます。利尻昆布とか売ってる。ここから送ってもらえる。よし、ちょっともうマジで風がやばいから脱出しよう。気をつけて戻ります。室内はめちゃくちゃ安心感あったけどいやさっきよりマシかも、うん、ちょっと待ってな。本当はスカイ岬っていうとこも行きたかったんですけど、ちょっとやばそうなんで、港に引き返します。帰ってきまし帰ってきまた。したフェリーターミナルの方に。あなんかそういった時はあんな風強いと思ってたのに、戻ってきたら全然無風に感こっちじるわ。は全然風ない感じる。やっぱ北の方に上がっていくにつれて風が強くなってでなんか岬やったから多分余計やばかったわ。やばかった。無事帰ってこれてよかった。地獄やった。地獄のバイク旅やったほんまにめっちゃ辛かったし、修行やったな。風強いし寒いしな。ほんでこんな経験もしたくないんやああけど面白かったけど、面白い経験はできたけど、なあちょっともうええわ。またちょっとこれはこれは絶対にレブンはリベンジしたい。リベンジ。天気がいい時に、天気が良くても風がない時来ます。まあでもスコトン岬は基本的に風強いって言ってたな、基本は強くて売店のお兄さんそうそういうことなんで、はあ、疲れた。なんか老けたな。老け込んだ。とりあえず今からはい利尻行きのフェリーに乗ります。はーい。フェリーは4時25分発。ベタついてるわめっちゃ。潮風を浴びてベタついてますさっきこんなものをもらいました。なあ、離島カードっていうらしい。こんなんあんねや。知らんかったな。そう、佐渡もあったみたいやけどもらってない。知らんかった。知らんかった、んダムカードみたいな感じで写真となんか情報が離島の書いてます。観光案内所でもらえるうんみたい。知らんかった。知らんかったわそんなんやってんね。なんか第一弾らしいけど来た人だけもらえるカードらしいです。記念にもらいました。レブンは結局ウニ丼食べてスコトン岬しか行けなかったんで、岬行ってまあ時間はまだあったんやけど、うんちょっともうしんどかったし、そうやねんな。現地しんどいなあ、現地は結構きつかった。これは多分晴れてて風ない日やったらめっちゃ景色見ながら気持ちいいんやとう思う、ん、今日はほんまに無理やった。なあ、今日みたいな天気だとちょっと地獄やな。割とやっぱスコトン岬まで車で35分だから、現地やったらやっぱ1時間1時間もかからんけど、まあ、弱ぐらい45分ぐらいかかるかな。結構時間かかるよな。だから、かかる。
結局私たちは行って帰ってきたから2時間で帰ってきたけど、2時間で終わったけど、でも車は車で多分礼文島はレンタカー高いからな、まあ、節約しようと思ったらそうやな、現茶かって感じやな。ちょっと綺麗な景色が見られへんかったそうから残念やったけど、また絶対にリベンジしないといけません、また行きたいと思います。こんな感じでちょっと心残りのあるレブなン、まあもともと天気悪いのは分かってたからな、まあウニ食べれて美味しいもの食べれたんでそれは良かったけど、また絶対に行きたいと思います。はい、それでは利尻島行きのフェリーに向かいます。レブンさようなら、また来ます。また来ます。利尻島に到着しました。めっちゃ気持ち悪いなあ、めっちゃ揺れてた。あれや、利尻クレスト、なんか利尻クレストっていうなあ、 QR コードとか GPS を使ったスタンプラリーがやってるらしくて、それで宿泊とか安くなるらしいのでなあ、集めます。宿泊割もちょうど8月1日から始まったみたいで、これでお得に旅をします。で今からはなんかそれとは別でプレミアム商品券がな、そう利尻島ちょうど発売してるらしくて、2500円で3500円分使える商品券、ここで買えるんかな。プレミアム商品券ゲットしました。6セット購入15000円で21000円分ゲットしました。レストランとかな帰りのフェリーも使えるらしい。一応対象施設は決まってんねんな、帰りのフェリーも使えるのいいな。なとりあえず今日は海猫ゲストハウスっていうゲストハウスに泊まんねんな、はい、歩いて向かいます。ここはフェリーターミナルです。曇ってて利尻富士がどっかもわからん一応ゲストハウスはあっちの方向、あれがペシ岬って言われてる岬らしいです。海猫ゲストハウスです。フェリーターミナルから、まあ、5分ぐらいかな徒歩、宿には着いたんですけど、宿泊の割引をするにはチェックインするまでになポイントを貯めとかなあかんね。観光地を巡ったらポイントをこうなんか GPS とか QR コード読み込みでスタンプラリーでポイントもらえる制度になってて、チェックインまでに一応30ポイント持っとかないと割引してもらえないということで、チェックイン前に今からポイント集めにまあだから利尻島を観光して泊まる人とかやったらな、いいんやろな。とりあえずすでになんかクイズで20ポイント持ってるからあと10ポイントでいいんかな。夕日が丘展望台っていうところに歩いて向かいたいと思います。でもこれ結構割引すごくて、ここの海猫ゲストハウスは1人3800円、もともと安いんやけどな。1泊3800円なんですけど、3000円割引、1人3000円割引やからでかいよな。800円で泊まれるってことなあ、ちょうど今日から始まったキャンペーンみたいやからたまたまやな。これ10分ぐらいは歩いたで、はい、なんか多分それっぽいのが見えてきたけど、あれか。夕日が丘展望台、到着しました。夕日が丘展望台、ご覧の通り夕日はありませんうわでもすごい、ここもし晴れてたらめちゃくちゃ綺麗。利尻リクエスト激しない？やばい、10ポイントのためにこんなのもらなあかんの？最低ポイントだと思うポイントゲットしました。ゲットしました。さあそれで10ポイントゲット。クエストクリア。戻ります。チェックインしました。ポイントを無事に集め終わりチェックイン。本当はこの窓から利尻富士が見えるらしい個室は残念ながら曇ってます。夜ご飯を食べに行きます。はーい。なんかあんまりお店自体はないらしいんやけど、中華が美味しいという話だったので中華屋さんに行ってみようかなと思い中華屋ます。さんおすすめされたんで中華に行きます。はい。来ました、笑う角さん。どう見てもマジで中華とか書いてへん。何屋さんかまずわからんな。聞かな、調べるか聞かな分からん行ってみます。来ました。エビ入り卵焼きチリソースかけ。うわ美味しそう。美味しそう。利尻でまあえてさかの中中華を食べる選択という。でもめっちゃ美味しそう。そう、口コミも結構良かったしな、まず住んでる人がめっちゃおすすめしてた。美味しい。めっちゃ本格中華や。めっちゃうまい。めっちゃうまい。染み渡るわ。疲れた体に。もうなんか疲れたよな、現茶のせないんで。であんな疲れたん？ GoPro とか
走ってる時に撮れたらよかったんやけど、もうそんな余裕なかったよ。やばかったほんまに。風速10メートルやけど体感はもっとなんかすごかったな。なんかすごかったな。写真すらちょっと撮られへんかった、せっかく行ったけど。三脚立てるのも怖いし、明日も残念ながら多分天気は曇りで、多分いい景色は撮られへんかなっていう。ただ美味しいもんはな、せっかくやから食べようとは思う。それは楽しみやな。なんかラーメン屋さんとかやばいとか、そうやね、なんかレシになミシュラン乗ったみたいな。焼き醤油ラーメンやったかな。なんかそのラーメンを食べるためだけに利尻に来る人がおるらしい。高級食材である利尻昆布をふんだんに使ったラーメンって書いてた。楽しみ。それ食べたいな。食べれるかな。麻婆豆腐。うわ、こういうスタイル。なんか入れ物めっちゃわーやな美味しそう。めっちゃうまい。美味しいね。これレベル高いな。確かに。本格中華です。どれぐらい美味しいかというと、大阪でもやっていけるぐらいの味です。これはどうなの？激戦でもやっていけるということ。安いし値段も。どれぐらい美味しいかというと、餃子の王将の隣でもやっていける。いけるいける。締めの量じゃない。めっちゃ海でか鮮あんかけ焼きそば。い。めっちゃでかい。もうホタテ控えびあさり。具材がすすごい。ごいな。結構お腹いっぱいやけどな、もう。な。北海道に来てやっぱり自炊が減った。そうやね。まあ外食が美味しいっていうのとゴミ問題もあってな。そうそうそう。ゴミが捨てる場所が少ないから自炊しづらくてな。外食やったらゴミ出えへんから、うん。うまい。案外こうあっさりしてる。美味しい。小樽で食べた海鮮焼きそばは美味しかったけどな。今言おうと思った。ホタルのとはまた違う感じ。でも美味しい。また利尻に来たらまた来てしまうかもしれない。一回は来るね。1週間おるとしたら1回は絶対来る。離島におること忘れる味。部屋に帰ってきました。お腹いっぱい。お腹いっぱい。暑い。1日目レブン&夜の利尻でした。疲れたな。疲れた疲れた。まあちょっと消化不良感はあるあるな。感じでしたが、まあこれもそうね。旅です。はい。まあいつもな、基本的には天気の日を選んでいってたから景色とか良かったけど、今回はちょっと悪い天気が続きそうやったんで、強行したらこんな感じでした結局悪かった。結局悪かった。ちょっとまた来たいと思ったし、リベンジできたら。でもなんかこう島で出会う人が結構優しい。みんな優しかったから救われました。いい人多いね。な。明日はまあ利尻を1日観光します。はい。続きは後編の動画になると思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。